はいどうも、いつきんです。今回は半年ぶりのグループピックアップ召喚が来ているので、今回も引くべき英雄とか古代遺物を紹介していきたいと思います。基本的に限定英雄を狙いに行くガチャなんですけど、一部ストーリー召喚では召喚ができない英雄もいるので、そのあたりも含めて紹介をしていきます。はい、それではこちらが今回のティア表となっております。もちろんですね、ティアが低くても使い方次第では上のティアのキャラにも勝てたりするので、そのあたりは人それぞれの戦い方次第ということで、平均的な目線で評価をしています。まず限定遺物として必須レベルなのが、悪夢のための童話と導きの光と闇海に瞬く星の3つ。童話はソリタリアやメルテネ、アリア、あとは突用と用途が多岐にわたるのでおすすめの遺物です。導きの光は何度も言ってますが、アーチャー必須遺物ということで、ほとんどがこの遺物の適性があります。余裕がなければ突は狙わずに複数所持をすることをお勧めします。そして最後に爆弾遺物ですね。こちらは貫突必須で、水着イセリアと闇プランの2人の適正遺物となっています。どちらもこの遺物がないと完成形とは言えないレベルの遺物なので、まずは2枚所持を目指して引いてみてください。あとは将来的にその2枚を知識の瓶なので貫突していくという形がいいと思います。はい。そして時点で龍鱗の鎧と大人っぽいサングラス。この2つはですね、結構似たような性能なんですけど、龍鱗の方はウォーリアー系全般と相性が良く、火力ステータスのアップと火ダメ軽減効果があるので、必須ではないんですけど、1枚持ってると使いやすい遺物です。大人っぽいサングラスも同じで、ナイト系で使いやすいんですけど、ウォーリアーほど適正英雄がいないので、水着シャルとか火シャル、あとは火力ベリアンみたいなのを使ってる人は1枚あるといいと思います。そして英雄目線での必須限定は水着シャルとセリス。正直セリスが S なのって思う人がいるかと思うんですけど、やっぱり遠征でかなり強力な英雄なので、いるのといないとのとでは割と攻略の難易度も変わってくるかなということで今回は S にしてます。どっちみち導きの光を狙わないといけないので、ついでに出ればラッキーという感覚で、引いてみてもいいと思います。そして水着シャルは PVP でも遠征でも有効です。特に遠征では闇属性、火属性両方使えるので、1体は所持しておきたいかなと思います。そしてその他の限定英雄は、水着イセリアが異物狙いで、引くかなっていう程度で、他の英雄は正直今のPVP の環境とかで考えると、いなくてもなんとかなるぐらいの英雄たちになっています。光ランディの陣形凸のためにランディを引いたり、ゲーム序盤でプリーストが揃ってない人が DNA を引いたり、あとは Y バーンワンショット狙いたいけど適正キャラがいないっていう人は水着ベローナあたりまでは引いてみてもいいかもしれません。はい、そして最後、ストーリー召喚がない、もしくはまだ来ていない英雄です。剣については古代の遺産とか亀裂でかなり活躍する英雄、他にも PVE のコンテンツであれば基本的にこの剣っていうのがいれば安心できるので、そういうコンテンツをクリアできてない人は必須級となっているので、余裕があれば狙ってもいいかもしれませんが、3枠なんでね、あんまり無理はしなくてもいいと思います。そしてポリティス、こちらも闘技場とか RTA で持っておくと便利な英雄なので、もしどうしても欲しいというのであれば狙ってみてもいいかもしれません。最後にアビゲイル、こちらはですね、ストーリー召喚まで残り20日あるので、待てば引けるんですけど、どうしても今すぐアビゲイルが欲しいとかゴールデンローズが欲しいっていう人は狙ってもいいかもしれません。ただね、基本的には限定英雄で3枠全部埋まると思うので、選ぶことはほぼないとは思いますが、一応ストーリー召喚が今ないということで紹介をしておきます。はい。そしてもう一つ、テクニックというか、このゲームの仕様なんですけど、このグループピックアップ英雄を選択した後ですね、戻ってもらって、ショップを見てもらうと、この知識の粉塵の欄にピックアップで選択した遺物っていうのがラインナップとして並ぶので、ガチャどうしてもちょっとあんまりできないっていう人は、もしこの粉が余っていればここで1枚選択するとかでも全然ありだと思います。それぞれね、ピックアップに対して異物1体ずつね、1枚ずつ交換ができるので、これで数を補うっていうのも一つの手なので、これもですね、確認してない人はぜひここ確認してみてください。
はい、というわけで今回はこんな感じでちょっと簡単ですがおすすめをしてみました。正直0艇が期間外でラインナップに入っていないのでちょっと残念なグループピックアップなんですが、0艇と異物狙いたい人は今回思い切ってスルーをして次回まで温存してもいいかなという感じです。最近始めた人とか導きの光が足りない人は必ずですね、ここで限定英雄引いとかないと次単体ピックアップも当分来ないと思うので、この辺りでね、今回補充をしておきましょう。今回のおすすめについては広い目線で見た場合なので、例えば PVE に特化してる人とか、これくらいの進行度なんですけどどうしたらいいかっていうような質問があればコメント欄で個別にお答えしますので、お気軽にコメントしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。